ハイタイ、皆様こんにちは、長峰香奈です。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線で2人の取材に対しコメントさせていただきます。さあ、今回お二人はどちらに迷い込んだのでしょう。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。ご覧の提供でお届けします。はいさあ、今回も始まりましたプチ沖縄トラベラー。今日は日本一人口の多い村、読谷村にやってまいりました。ヒューヒュー。 So in Japan, they have rules for what you can call a place, if you can call it a town or a city or a village. And in Japan, it's up to 8,000 people that you can call a place a village. But Yomitan Village has more than 40,000 people. So it's considered the largest village in all of Japan because they want to keep that name village after Yomitan. まあ読谷といえばすごく綺麗なビーチ、陶芸で有名な八千文の里、あと例えば残波岬もありますし、そこに灯台もね、ありますから、でまあ何よりも今いる世界遺産の座喜味城跡ですね。So in Yomitan Village, there is a place that we are inside of right now called Zakimi Castle, which is a World Heritage Site, which was built around the beginning of the 15th century. Yes. And it was looking over the northern part of Okinawa and was very important. It was placed here for strategic reasons for the military. もうすごく広く見渡せるっていうのは確かに軍事的に大事な役割だったんだけれども、今日は決してこういう文化とか歴史とかを取材しに行くわけではなく、読谷の農作物とその最先端の仕組みを取材しに行きたいと思います。You're telling me we came here to learn about like vegetables and farming? Yeah, we are going to visit some farms today and maybe show you that specific vegetable that we really want to introduce you for some time now, I would say. まあ早速行きましょう。せーの。Let's go ya! はい、スタートしました。今回は読谷村なんですね。いや、世界遺産の座喜味城跡からスタートしましたけど、今回は農業にスポットを当てるって言ってましたね。読谷の農業なんだろう。一番最初来るファームはこのサンセットファームです。池原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのね、読谷にあるこのサンセットファームはどういったファームになるんですか？もともと伝承菊の生産販売をしている会社で、今は観光農園とかいろいろやらせてもらってます。観光農園。じゃあ、育ててるものとしてメインは菊。そうです。沖縄は実は日本の中でも愛知県と並んで伝承菊の産地なんですよ。あ、産地なんですね。最大産地なんですよ。おお、いやほら日本では例えばパスポートに菊の花だったりとか、あと天皇様の家紋、紋章も菊だったりとか、もう古い歴史からもともと確かに中国のものだったと思うんですけれども、菊っていうのはだけど日本の文化の中で古い歴史から菊って大変重要なお花で、国家っていうもう国の花っていう意味の意味合いもあるし、あと食べたりもするんですよね。そうですね。食用菊っていうのもありますね。食用菊もあったりするから、なんかでもこういう若い方が農家されてるっていう感じもなかなか珍しいですし、またこちらのサンセットファームでどういったようなある意味農業の試みをされてる感じなんですかね。まあ僕らただ農業で生産販売してるだけじゃなくて、やっぱり観光にも沖縄をアプローチしたいっていうことで、伝承菊のイルミネーションを生かした観光農園とか、イルミネーションを生かした観光農園はい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 。そちらの方とか、あとひまわりの収穫体験もできますし、ドローンの撮影などもできますし、いろいろとサービスは用意してます。いいですね。ただもう本当になんていうんだろうね、農家ではなく、ただ畑がそこにあるだけではなく、そういう
いう楽しさも心がけた、そういう感じのアクティビティにも活かせる、観光にも活かせる感じっていうことです。沖縄は夜の観光コンテンツが少ないということで、この代表の池原さんが夜の観光スポットとして広げたのがこのね、ひまわり畑ということなんですよね。私も取材で行ったことがあるんですけど、もう SNS でも話題なんですよ。もしよかったらですね、バタフライピーっていう今から沖縄ですごく盛り上がっている花があるので、そちらのお花と、あとオクラも生産しているので、そちらもぜひお見せしたら。ぜひお願いします。じゃあ畑の方、レッツゴー。ここがバタフライピー畑です。こちらがバタフライピー畑ですね。はいバタフライピーってもともと沖縄由来の花ですか？もともとはタイとかミャンマーで咲いてたらしいんですけど、去年から沖縄で生産が本格的にスタートしまして、もうこの紫色が綺麗ですね。そうですね。これ確かになんか混ぜるものによって色変わったりとかするんですよね。そうなんです。これそのまま抽出するともちろん青なんですけど、はい、そこに酸味を加えると、レモンとかシークワーサーとか、そういったものを加えるとピンクになります。すごーい。もうリトマス紙と全く一緒の原理で、めっちゃおしゃれドリンクでこれを持って海をなんか見ながらすっごいこれもまた、何がきっかけでバタフライピーも、例えばその菊とかひまわりとかの次にバタフライピーをやろうと思ったきっかけは？僕ら自身は切り花をほとんど生産しているので、持って帰れないじゃないですか、旅行に来た方が。なので加工して飲み物とか食べ物にできて、でもう自分の住んでる場所に持って帰れるような花を作りたかったんですよ。その時に沖縄県がバタフライピーをブランディングするっていう動きがあったので、生産者としてやってくれないかっていうお声掛けをいただいて、それで作ってるって感じですかね。いいですね。バタフライピーもとても綺麗でしたし、はい、今はこの観光農園のスペースの方のね前に来てまして、はい、ここで普段じゃあひまわりだったりとか、そうですね、のイルミネーションが咲いてる時期だったら、もうこう遊べるってことですね。そうですね。ちなみにこの横にあるお野菜もあるんですけど、これ何ですか？ゴーヤですか？これはオクラです。ゴーヤではないですね。はいでもオクラも有名ですよね。そうですね。オクラすごい僕らも毎日収穫できてますね。ちなみにバンソンさん、はい、玉城ファームってご存知ですか？玉城ファームさん、はい、読谷で LED を使ってレタスを生産している。水耕栽培ということですか？詳しいこの人。ぜひそこもね、はい、そちらの玉城ファームさんのちょっと試みも見に行きたいと思いますので、はい、今から行ってきます。小林さん、今日本当にありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。Thank you so much。ありがとうございます。池原さん、とってもエネルギッシュな方で、本当にいろんなことにね挑戦している姿っていうのはね、他の農家さんのすごく目標にもなってると思いますし、若手農家さんとのこのつながりもねいろいろあるみたいですよ。じゃあ次はね、先ほど教えてもらった玉城ファームさん、こちらですね。水耕栽培って書いてる。書いてありますね。ファームだからなんか畑って想像してたんですけれども、逆にねガラス張りのお店で。玉城ファームさんにやってまいりました。お邪魔いたします。よろしくお願いします。お願いします。これは室内で育ててるっていうことは太陽光じゃなくて？そうですね。LED ライトで使ってて、で水の中に水タンクに肥料を入れて、それを循環させて育ててます。なるほど。それが水耕栽培ということですね。土使ってないっていう、そうですね。土使わない。はい、それなんかクリスタルさんすごい詳しいみたいで、僕本当に水耕栽培あんまり分かっていない人なので、もうすべてが何もかもまず太陽光使わない、はい、水のみ、土使わない、はい、全部室内、はい、でもこれでこんな立派なレタスが、そうですね。大体1ヶ月ぐらいでできるので、はい。面白い。なんか熱帯魚屋さんみたいじゃないですか。他にこの水耕栽培っていうのはメリットとかって他にありますか？例えばあんまり虫の心配がないとか、はい、そういうのは何かメリットありますか？はい、まず、虫がつかない無農薬で育てられるということと、沖縄だと夏場から秋にかけて台風があるじゃないですか。台風の影響で受けないので一年中安定して野菜が作れる。台無しになることもあるからね、台風のせいで。こちらが
レタスの栽培棚になります。すごい、本当にいっぱいありますね。でこの下のカプセルみたいなのがあるんですけれども、これが種を植え付ける。そうですね、スポンジに1個ずつ植えてて、おおすごい。あ、これこういう感じで、この下に見えるのが根っこですか？はい。すごい。これはじゃあ1週間ぐらいとかの。だいたいこれで種をスポンジに巻いてから1週間ぐらい。はい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 。野菜を見るとですね、どうしてもあの子のことを思い出す。あの子っていうのは野菜のことなんですけれども、ほらうちの番組でどっか行くときにレッツゴーヤーって言うじゃないですか。これ水耕栽培とかでゴーヤーも作れたりするんですか？そうですね。ベランダで一度作ったことがあって。お、できるんですね。それでしっかりこのぐらいの実が何個かできて。はあ、いいですね。いやでも今はない。用意してます。本当ですか？はい。ゴーヤちょっとぜひ皆さんにお見せしてこれがゴーヤだぞっていうことを説明したいので。いよいよゴーヤとはっていうことをちょっと見せてもらえるということなんですけれども。What is Goya? これです。This is ゴーヤ。これがゴーヤなんですね。沖縄といえば一番有名な野菜なんですけれども、逆に沖縄の方としてゴーヤの存在って何ですか？ゴーヤはビタミン C がいっぱいあるので、沖縄は暑いじゃないですか。それで夏場はよくいろんな料理にして食べるので、貴重な食材ですね。貴重な食材なんですね。実はお二人にゴーヤチャンプルーを用意しております。お、そこまでやってもらえて、わあ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、なかなか沖縄に来ないと食べる機会のないゴーヤチャンプルーなので、ありがとうございます。ゴーヤのね、沖縄の一般的な使い方をしっかりと、食レポしたいと思います。わ、ゴーヤたっぷりですね。これいただきます。苦味がありますか？もちろん苦味があって、もうこれを食べればね、本当に沖縄の味だし、すごいヘルシーなものを食べてる実感はあります。もうクリスタルもどうぞどうぞ。クリスタルはスパムと一緒に来ましたね。I love ゴーヤチャンプルー。そう、私も子供の頃はゴーヤ苦手だったんですけど、年を重ねるごとにつれもだんだんこの苦味がたまらないというか、やっぱヘルシーなので本当に好きになってきて、夏にはもうこれ食べなきゃっていうね感じにはなりましたね。なんかもうね、ゴーヤチャンプルーまでいただいてありがとうございます。今日なかなかね、天気も良くて暑いので、ちょうどなんかフレッシュなすっきりした感じで食べたんですけれども、玉城さんの今後の目標だったりとか、そういうのがありますか？そうですね。水耕栽培だと安定して野菜が作れるので、安心安全な野菜ができるので、今実際アメリカンスクールでそのシステムを入れてもらって、実際子どもたちがそこで収穫して食べるっていうプログラムもやってるので、今後はそういうところを日本人がいる学校だったり、どこでもいいんですけど、そういう教育の場だったりいろんなところにシステムを入れて、そこで広まっていったらいいなとは思います。いいですね。もうさらにこれでどんどん水耕栽培が皆さんに知ってもらって広がるってことになりますね。いやー、今日お時間いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごくね、本当にその農産業に関する新しい試みとか、もう若い方々の気持ちがたくさん見れてすごく良かったです。お時間いただいてありがとうございます。ありがとうございました。さあ、もうね、最後になってきたけれども、読谷といえばこの大地市、この番組でもね、シーサーが存在が有名なんですけれども、このシーサーに続いてゴーヤもしっかりと紹介できたので、とても実りのあるね回だったと思います。やっと外国人にゴーヤは何か説明できたので、わかりましたので、もうこれで満足です。ということで、それではちょっと待ってみおか、読谷一の有名人のみおかさんです。どうもみおかです。もう読谷といえば
みおかでしょあ、みおかです。みおかでしょみおかです。はい。やっと登場できましたね。嬉しい。よかった。でもなんで急に来たの？いやまだ帰らないでください。なんでよ。はい。今日実は、読谷村のエイサー祭りが行われるんですよ。沖縄の踊りってエイサー。これですこれです。これとかね。いいですね。それ何？取材に行けってこと？じゃあ私その司会をやるんですよ。で、司会を初めてやるので一人だと心細いなと思って、バーソンさん一緒にどうかなと思って。めっちゃ急なんですけど、急だけどやります。やるんだ。急だけどやるんだ。でもせっかく行くんだったらぜひエイサーの紹介とエイサー祭りとはとか、もう各青年会のね頑張りもぜひ見せたいので、もうねこの番組の取材もぜひ入れたい。いやぜひです。やっぱ沖縄の伝統文化なんで楽しみができました。ありがとうみおか。ということで皆さんもお楽しみにしててください。それではSee you, シーサー。すごい盛りだくさんの回でしたね。いや、世界遺産の座喜味城跡からスタートして、あと観光と農業っていう新たな観光地ですよね。サンセットファームの紹介があったり、あと新しい農業として水耕栽培ですか。もうすごく初めて見たので勉強になりましたね。ということで今回は読谷村でしたけど、続きがあるようですね。いや、素敵な旅でした。バンソンさん、クリスタル、そしてみおかちゃん、ありがとうございました。さあ、今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも新しい発見がたくさんありましたよ。さて次回はプチ沖縄トークとしてスタジオにバンソンをお迎えしてロケの感想や裏話、そして皆さんからいただいたご質問やお便りをご紹介させていただきます。お楽しみに。うんじくみそうりよ。